韓国今めちゃくちゃ面白いですよね。政治的に。クーデターというか、国会を封鎖しようとした大統領が、それはクーデター行為であるというので逮捕されて、で、1ヶ月ぐらい拘留されて、大統領が拘留されるのいかがなものかっていうところで、じゃあ弾劾的なことをやろうという時に出てきたのが、韓国の野党の幹部が北朝鮮のスパイであるということが分かり、で、その北朝鮮のスパイが日本の福島水という問題で反日を盛り上げろとか、女性問題とかに注力をさせて野党の支持を上げろとかっていう北朝鮮から出てる指示書というのが出てきて、で、指示書通りに野党をやってるんですよ。韓国の大統領、ユン大統領は、北朝鮮にいろいろなものがコントロールされてるから、だから国家としては危機なんだという形で国会を封鎖したって彼は言っていて、そんなわけねえだろっていうので世界中は思ってて、大統領おかしいよねっていう感じになってたんですけど、今韓国のね、ユン大統領支持率ね、50% 超えてるんですよ。僕がたまたま見た動画で51% とか52% とかになってて、むしろ支持率上がってるんですよ。ちなみに石破政権確か 20% とかそんな感じかな。だからね、韓国のユン大統領以下なんだよね、日本は。っていう感じで、実はその、陰謀論に染まった頭のおかしい大統領っていうのが韓国以外も含めた世間の見た目だったんだけど、あれ本当に北朝鮮の指令通りになってるじゃん。やべえじゃん、この国っていうのがあって、大学生とかちゃんとネットで情報を得られる生態、それからね、メディアでもね、ほとんど流されないんですよ。保守系メディアは潰すべきだみたいな指令もちゃんと北朝鮮から来てて、メディアでも流されないんですけど、ネットを調べられる大学生とかが、いやいや、それまずいでしょっていうので、民主主義を守るために戦うんだって言って、今のこの大学の中でデモ運動とかして、で、それを警察が止めたりみたいなので、大学の中で紛争している状態なんですよ。っていうのがあって、割とそのね、ダイナミズムがある状態なので、すごく面白いと思います。この面白いはただなんか巻き込まれて怪我をするとか死んでしまうとかって可能性なんですけど、なのでそのトランプ政権も含めて民主主義というのをちゃんと守らないと大変なことになるよねというのが、なんとなく2000年を超えて民主主義って普通にこのまま行くよね。合理的で科学的なところに人は動くよねっていうふうに思ってたんですけど、アメリカで博士号にいたパキスタン系の人が突然覆面警察官に逮捕されて、で、覆面警察官に逮捕されてって言っても警察官が逮捕するんだからいいじゃんと思うんですけど、そこが監視カメラに映ってる動画があったんですけど、ヒジャブとかつけて応援したんですけど、その女の人が男の人に話しかけられて、何か受け答えをしている最中に、その女の人の両手をその男が掴むんですよ。超怖いじゃないですか。覆面警察官だから、警察官とは言ってないんですよ。いきなり話しかけてきたおっさんが、女の人の両手を握って、で、さらに後ろから別のおっさんが武器を持ってない方なんだけど、体を押さえるんですよ、その女の人を。女の人としてみたら、話しかけられるといきなり両手掴まれて、しかも屈強なおっさんが自分の体を触り始めてるっていう、いやいや、これまずくね。で、その後、その人は逮捕という形になって、車に乗せられてさらわれるんだけど、その間に警察官ですとかの手帳を見せてないのよ。だからこれ、普通に拉致られてるだけじゃんっていう、超怖えと思って。だから、こういう国になっちゃいましたみたいな。これが良くないよね。こんなことしちゃいけないよねっていう世論じゃないんですよ。それ良くないよねって言ってる人もいるんだけど、でも、そういうの大統領が言ってるから、これがアメリカがやるべきことだよねというのが、一応今のアメリカなんですよ。だからもう行きたくないよね、アメリカ。アメリカ人と付き合ってたドイツ人の人がアメリカの旅をしてて、ネバダ州、ラスベガスとかで遊んでて、メキシコに行ったんですよ。アメリカ人の彼女とドイツ人の彼氏が。で、メキシコに行って、メキシコに入るときに、そこの入国管理官が英語が下手なアメリカ人だったんですよ。ドイツ人も別に英語ネイティブじゃないので、で、メキシコで何日か遊んで、これからアメリカ入るっていう時に、そのドイツ人の人に、どこ住むのって聞かれたんですよ。で、ドイツ人の人が、どこに住むを、どこにステイするのか、ホテルにステイするのか、アメリカ人の彼女の家にステイするのかっていうのを誤解して、彼女の家に住むって言ってしまったんですよ。
で、これは観光客じゃなくて、ほらドイツ人、外国人がアメリカに住もうとしている。これは観光ビザではないっていうので、メキシコで逮捕されて、何日間かなんかメキシコとアメリカの国境沿いのなんか刑務所かなんかに入れられて、そのまま強制送還で、ドイツの片道切符の2000ユーロ、30万円ぐらいを払わされて、はい、ドイツに帰ってくださいっていう。もうだから怖いからその人アメリカ来たくないよね。入国管理官が英語が下手とかマジ怖いよね。もう英語わかんないふりするしかないのかなみたいな。ステイって言おうとして間違えてリブって言ったのかなって多分思ったんだと思うんですよ、ドイツ人の人は。だからこれはなんか引っ掛け問題であるっていうところを分かってないと、それを言っちゃうよねっていう。いや、リブじゃなくてステイだよって言えるかっていうと、やっぱりそれはなんか、やりとりだから、リブとかステイでそこまでこう厳密に言ってるわけじゃないよねって思って、多分言っちゃうと思うんだよね。いや、だから怖えなと思って。ちょっとね、アメリカはそういう時代になってきたので、韓国とかアメリカとかは割と民主主義がいろいろ動いているので、面白いなと思ってますけども、はい。韓国の大統領はなぜ戒厳令を出したり、毎回逮捕されたりするのですが、日本の総理大臣はなぜ逮捕されないのかな。韓国の人たちの感情的な行動は正しいよねっていう価値観に僕は原因があるのではないかというふうに勝手に邪推をしてるんですけど、怒った時に怒ったという自分は正しい。だから怒った時にやる行動は正しいという価値観が日本より強いんですよね。法政大学でハンマーを振り回した人がいると思うんですけど、無視されたからハンマーでクラスの人たちを殴ったって話なんですけど、殴った人、友達でも何でもないんですよ。友達に無視されたとかじゃなくて、クラスでたまたまそういう前に座ってた人が突然ハンマーで殴られたっていうんですけど、でもそれは多分怒る理由が彼女にはあったんですよ。で、怒る理由があって、怒ってしまった以上は、それは人間なんだから、怒るという行為は認められるべきである。なので、これって要するにあの敵を潰したいよねってなった時に、敵を潰すのは正しいよね。例えばじゃあ政治的な争いをしました。ヒゲ親父という人と僕が戦ってました。で、僕がヒゲ親父に負けましたって言ったら、もうヒゲ親父勝ったんだから、ひろゆきどうでもいいじゃん。っていうのが割と日本の考え方なんですよ。ラグビーの試合みたいにもう勝ちが決まりましたっていうんだったら負けた方に検討してないよねとかフェアプレーで頑張りましたよねとかで、じゃあお互い日本のために頑張りましょうになるんですけど、韓国の場合は戦いというのは感情で動いたりするので、負けた側も徹底的に潰すべきである。なぜならあいつは嫌いだから潰すべきっていうのを戦ってるので、どっちが日本にとって良いか皆さん選んでくださいじゃなくて、あいつはとんでもないひどいやつだから、潰さないとこの社会が悪くなるっていうところで言ってるから、自分が権力を持ったら、それは潰さないと社会が悪くなるんですよ。なので、戒厳令をやるような大統領は良くない、潰すべきである。なので、大統領を逮捕するべきだし、拘束するべきだしってなるし、元大統領が負けた時も、あの元大統領は本当にひどいやつだから、俺はあいつを追い戻して大統領になった。だからあいつが腐敗したことをやった全ての痕跡を潰して、あいつが幸せにならないようにするのが俺の仕事だみたいなところで潰すっていうところで、感情が正しいを国民も肯定してしまうっていうところが日本と韓国の違いなんじゃないかなというふうに僕は考察してるんですけど、韓国に詳しい人は全然違うこと言うと思います。はい、国民性というのを外国人が語るって難しいんですよ。例えばアメリカ人が言う日本人ってこうだよねみたいなのって絶対違うから。日本人すぐ箸で物食うよねみたいな。いやいや、別に日本人だけがやるわけじゃなくて中国の人も箸使うよとか、ハンバーガーとか手で食うよみたいな。何でも箸で食うわけじゃないよみたいなのもあるんですけど、でもやっぱ僕から見るとそういう風に見えるよねって話で、実際の正解を知りたいのであれば韓国の人に聞いてもらえばいいんじゃないかなと思うんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。